健三、久しぶり。今週どうだった？はあ、忙しかったよ。仕事が山積みで。大変だったね。でも今日はいい天気だよ。ほんとだね。こういう日は気持ちがいい。そうそう。天気の話って日本人とよくするでしょ？するね。毎日のように。私、最初は不思議だったんだ。何が？なんでそんなに天気の話をするのかなって。わかる。私の国ではあまりしないから。でしょ？実は天気の話には深い意味があるんだよ。深い意味？今日はその話をしようと思って。興味ある。教えて。日本に来て最初の週のこと覚えてる？ホームステイの時？そう。毎朝ホストファーザーが私に言ってた。なんて？今日はいい天気ですね。普通の挨拶だね。でも毎日言うの。雨の日も曇りの日も。雨の日にいい天気？違う。雨の日は今日は雨ですねって。天気の話は必ずするってことか。そう。最初は見ればわかるでしょって思ってた。正直だね。だって窓の外を見れば天気はわかるじゃん。確かに。でもある日気づいたことがあるんだ。何？ホストファーザーは天気の話をしてるんじゃなかった。じゃあ何を？その時はわからなかった。でも後ではっきりわかった。気になる。答えは何？それを理解するにはまず基本から始めないと。ミスタージャパニーズチャンネルへようこそ。私は健三。みつきです。今日は日本人の天気の話について深く探求する。ただの天気の話じゃない。もっと深いものがある。さっきの話の続き聞きたいでしょ？めちゃくちゃ気になる。ホストファーザーは何を話してたの？まず、天気の話が日本でどういう意味を持つか説明するね。日本では天気の話は挨拶なんだ。挨拶？おはようとかこんにちはと同じレベル。でも、おはようだけじゃダメなの？ダメじゃないけど、それだけだと距離がある。距離？おはようは形式的。天気の話を加えると暖かくなる。なるほど。温度が違うんだ。そう。日本語には挨拶の温度がある。面白いね。じゃあさっきのホストファーザーの話に戻ろう。彼は毎朝天気の話をすることで何をしてたと思う？距離を縮めようとしてた？その通り。でもそれだけじゃない。他に何？あなたに関心がありますよって伝えてたんだ。天気の話で？言葉の意味じゃなくて行動の意味。わかりやすい例えはある？キャッチボールを考えて。キャッチボール？誰かとキャッチボールするでしょ？あれはボールを投げる練習じゃない。じゃあ何？一緒に遊ぶ時間を作ってるんだよ。天気の話も同じ？まさに。内容じゃなくて一緒に話す時間が大事。だから毎日同じような話をする。そう。ホストファーザーは毎朝私とキャッチボールしてたんだ。素敵な話だね。でもね、ここで一つ意見が分かれるポイントがある。何？外国人も毎回天気の話をすべきかどうか。それは難しい質問だ。あなたはどう思う？正直、毎回はめんどくさいかも。正直だね。だって、本当に天気が気になるわけじゃないでしょ？気にならない。なら、無理にする必要ないんじゃない？面白い視点。実は私も最初そう思ってた。でも、今は違う？違う。理由を説明するね。うん。天気の話をしないと
日本人は距離があるって感じる。でも、外国人だから許されるんじゃない？許されるけど、仲良くなりにくいんだよ。はあ、そういうことか。天気の話は仲良くなるための道具なんだ。道具を使わないと扉が開かない。そう。だから私は今、毎日天気の話をする。めんどくさくても？めんどくさいと思わなくなった。キャッチボールだから。なるほど。結論としては？したくないならしなくていい。でも、仲良くなりたいならした方がいい。選択肢があるってことだね。でも、選んだ結果も受け入れる必要がある。深いね。天気の話。簡単そうで、実は深いんだよ。簡単そうって言ったけど、実は失敗したことある？ある。めちゃくちゃ恥ずかしい失敗。何があったの？会社の上司と話してた時、朝エレベーターで一緒になって、気まずい瞬間だ。そう、何か話さなきゃって思って、天気の話をした？しようとした。今日は暑いですねって言おうとして、言おうとして？今日は暑いですねって言っちゃった。暑い？暑いの漢字、間違えた。上司、なんて言った？そうですね。って優しく笑ってた。気を使ってくれたんだね。でも私、その後ずっと考えた。何を？どこで間違えたのか。一つずつ見ていこう。フェイリアオートプシーだね。まず何をしようとした？上司と天気の話で距離を縮めようとした。それが間違いやち。いや、それは正しかった。じゃあ間違いやちは準備不足。準備？よく使うフレーズを練習してなかった。間違い2は？漢字の確認をしなかった。暑いと暑い似てるから間違い3は？焦って話した。落ち着いて言えば間違えなかったかも。間違い4個は？その後練習しなかった。恥ずかしくて避けてた。じゃあ根本的な原因は？完璧に言おうとしすぎたこと。完璧を求めると逆に失敗する。そう。普通に暑いねでよかったのに。丁寧すぎる言い方を選んだ。で、失敗した。この失敗から何を学んだ？シンプルな言葉の方が安全ってこと。聞いてる人の中にも似た経験ある人いそう。天気の話で失敗したこと。ある人はコメントで教えて。具体的に聞くね。天気の話でなんて言ってどう失敗した？私から例を出すと、寒いですね。怖いですね。って言っちゃった。それはやばい。相手、すごい困った顔してた。こういう感じでみんなも教えてほしい。一言でいいよ。〇〇を酸素って言っちゃった。とか。私たちより面白い話、絶対あるはず。じゃあ、正しい天気の話し方を教えて。よくある間違い、3つ話すね。さっきの失敗とも関係ある？まず、間違い1。難しい言葉を使いすぎる。丁寧語とか尊敬語で言おうとする。そう。本日は天候が優れませんね。とか。誰もそんなこと言わない。でも、教科書にはある。だから使っちゃう。間違いないには？長すぎる文を作る。例えば？今日は朝から雨が降っていて、気温も低くて、風も強いですね。情報多すぎる。天気の話はシンプルでいいんだよ。雨ですね。だけで十分。間違い、スランは？返事を待ちすぎる。どういうこと？天気の話をして、相手の反応を期待しすぎる。期待しちゃダメなの？キャッチボールでしょ？
軽く投げて軽く返ってくる。深い会話を期待しない。そうですね。だけでも成功なんだ。じゃあ、正しいやり方は？ 3つのルール。ルールやる1。シンプルな言葉を使う。暑い、寒い、雨だけでいい。ですねをつければ丁寧になる。まさに。暑いですね。これで完璧。ルール見たには？短く言う。一文で終わらせる。今日は暑いですね。それだけ。説明を加えない。ルール3は？相手の返事を否定しない。でも、笑顔で言う。笑顔が大事なんだ。言葉より笑顔の方が大事かも。ここまで聞くと簡単に思える。でも、一つ聞きたくないことを言うね。何？どんなに練習しても、最初は緊張する。それは仕方ないよね。仕方ないけど、みんな、慣れたら自然にできるって思ってる。違うの？実は、私、今でも緊張する時がある。あなたでも？知らない人と話す時とか。正直だね。でも、大事なのは、緊張してもいいってこと。完璧じゃなくていい。そう。今日は暑いですねって言えたら、それで成功。相手がどう反応するかは関係ない。自分が一歩踏み出したことが大事。でもさ、いろんな状況があるよね。例えば？私の場合は天気の話できるかなって思う人。いるよね。じゃあ、いくつかのシナリオを見ていこう。シナリオ1。日本語がまだ下手な人。これが一番多いかも。暑いですね。も言えない。大丈夫。暑いだけでいい。ですね。なしで？なしでも通じる。笑顔があれば。シナリオ2な。会社の上司と話す人。さっきの私だ。そうだね。上司には丁寧に言わなきゃって思う。でも、暑いですねで十分。本日はとか言わなくていい？言わなくていい。逆に不自然。シナリオ3。毎日同じ人と会う人。同僚とか、近所の人とか。毎日暑いですねって飽きない？飽きるよ。でも、それでいいんだ。毎日同じ話をすることが安定を作る。予測可能な関係性。そう。日本人はそれを心地いいと感じる。最後のシナリオ4個。天気に興味がない人。私も最初そうだった。天気なんてどうでもいいって思う。でも思い出して、キャッチボールだよ。ボールの中身は関係ない。そう。一緒に遊ぶことが大事。なるほど。どの状況でもやり方があるんだね。言い訳はできない。でも、できない理由を見つけるのは簡単。できる方法を見つける方が人生は楽しい。さっき、最初は不思議だったと言ってたよね。天気の話をする理由がわからなかった。いつ理解できたの？実は、恥ずかしい話がある。何？日本に来て半年くらいの時。同じ会社に日本人の女性がいた。同僚？すごく親切な人で、よく話しかけてくれた。いい人じゃん。でも私、いつもそっけなく返事してた。なんで？彼女、毎朝、今日はいい天気ですねって言ってくるの。毎朝？毎朝。私は、そうですね。だけ言って終わり。それで？ある日、彼女が私に話しかけなくなった。急に？急に。おはようございます。
だけ言って、すぐ自分の席に行く。何があったの？後で別の同僚に聞いたんだ。なんて言ってた？彼女、私と話したくないんだと思うって。え？その時、やっとわかった。何を？彼女は天気の話をしてたんじゃなかった？キャッチボールをしようとしてた。そう。でも私はボールを受け取らなかった。ただ落とすだけ。ここからが本当に言いたかったこと。うん。私、ずーっと天気の話は意味がないって思ってた。内容に意味がないって。そう。見ればわかることをなんで言うのって。でも私が理解してなかったのは、うん。話す内容じゃなくて、話す行為に意味があるってこと。それ、わかる気がする。彼女は私に関心を持ってくれてた。友達になりたかった。でも私はそれを拒否してた。気づかずに。気づかずに。それが一番辛かった。その後、どうなった？謝った。天気の話、ちゃんと聞いてなくてごめんって。なんて言われた？天気の話って不思議そうな顔してた。彼女も無意識だったんだ。そう。でも、これからちゃんと話したいですって言ったら、うん。すごく嬉しそうに笑ってくれた。今も友達？うん。今でも毎朝天気の話をする。今は楽しんでる？楽しんでる。彼女とのキャッチボールの時間。いい話だね。でも正直に言うと、何？今でもたまにめんどくさいって思う。正直すぎる。でも本当だから。完璧な人間じゃないってことだね。うん。でも前と違うのは、めんどくさくてもやる。なんで？彼女とのつながりの方が大事だから。自分の気持ちより関係性を選ぶ。そう。それが大人になるってことかもね。深い話だ。天気の話から人間関係の話になった。でもそれが本質だよね。うん。じゃあ今日の学びをまとめよう。3つだけ覚えて帰ってほしい。1つ目は、天気の話は挨拶。内容じゃなくて行為に意味がある。2つ目、シンプルに言う。暑いですね。だけで十分。難しい言葉はいらない。3つ目は、完璧を求めない。珍重してもいい。間違えてもいい。言えたこと自体が成功。この3つを覚えてれば大丈夫。シンプルだけど、これが本質。具体的に明日から何をすればいい？超シンプルなチャレンジを出すね。簡単なやつ？超簡単。明日、誰か一人と会ったら、天気の話を一言だけする。一言だけ？暑いですね。でも、寒いですね。でも、それだけ。簡単すぎない？簡単だから続く。これを3日間やってみて。3日後には習慣になってる？なってるかも。そしたら次のステップに進める。次のステップは、相手の返事に対してもう一言加える。会話を広げていく。そう、じらなくていい。自分のペースで。さて、今日のベストフレーズ。今日学んだ中で特に覚えてほしい言葉。いくつある4つに絞ったよ。？1つ目は、暑いですね。暑いですね。天気が暑い時に使う。暑いじゃなくて、暑い。使い方は、今日は暑いですね。2つ目は、寒いですね。寒いですね。天気が寒い時に使う。今日は寒いですね。3つ目は、いい天気ですね。いい天気ですね。晴れてる日に使う万能フレーズ。今日はいい天気ですね。4つ目は、雨ですね。雨ですね。シンプルだけど、これで十分。今日は雨ですね。この4つ、
明日から使ってみてね。スクリプト全文はブログで読めるよ。漢字付き。概要欄のリンクをチェックしてね。ここまで聞いてくれた人に一つ伝えたいことがある。何？20分も聞いてくれてありがとう。本当に。天気の話なんて聞くだけで終わる人が多い。行動しない人ね。でも最後まで聞いてるってことは本気で変わりたいんだと思う。そうだよね。その気持ちだけでもう一歩進んでる。聞いただけでも意味がある。あとは明日一言だけ試してみて。暑いですね。それだけでいい。言えたらコメントで教えて。言ったの一言でいいよ。私たち読んでるから。一緒に頑張ろうね。今日の話が役に立ったら、いいねを押してくれると嬉しい。なんでいいねが大事かっていうと、このチャンネルまだ小さいから。いいねが増えるともっと多くの人に届く。同じように悩んでる人に届けたい。だからいいねお願いします。あとコメントも。さっき聞いたけど、天気の話で失敗した経験。それと、明日一言言ってみた報告。どっちでもいいよ。一言で OK。次回の話なんだけど、次は何？日本語のありがとうについて。ありがとう？でも、普通のありがとうの話じゃない。どういうこと？ありがとうを言わない方がいい場面の話。言わない方がいい？言うと逆に失礼になる場面がある。気になる。詳しくは次回。チャンネル登録しておくと通知届くよ。一緒にいてくれてありがとう。今日の話まとめると、天気の話を変えると人間関係が変わる。人間関係が変わると少しずつ人生が変わる。大げさに聞こえるけど、本当だよ。私は確信してる。次回まで小さく始めて自分らしく続けていこう。みんな素敵な一日を。またね。またね。